私たちでミクの曲を演奏しない？へえ、かっこいい曲だね。でしょ？ミクちゃんもすっごくかっこいいでしょ？みんなでやろう、バンド。っていう感じで4人でバンドをすることになったんだ。へえ。いいよ。じゃあ続きを話すね。よかったね、いっちゃん。ギター貸してもらえて。お父さんにミクの曲をみんなと演奏したいって言ったらいいよって。しばらく弾いてなかったからチューニングっていうのも一緒にしてくれたんだ。そうなんだ。いちかちゃんのお父さん優しいね。チューニングしてる時も弦のこととかコードのこととかいろいろ教えてくれたんだ。でもお父さんなんだか嬉しそうだったんだよね。なんでだろう。お父さんのギター貸してって無理なお願いしちゃったのに。多分だけど、いちかがギターに興味持ったことが嬉しかったんじゃない？自分が好きなものを好きって言われたら私も嬉しいと思うし。そっか。そういえばいちかちゃんも私たちにミクちゃんの曲いろいろ教えてくれたよね。それでしほちゃんやさきちゃんがかっこいいって言ったらすごく嬉しそうに笑ってて。私が感じたこと2人も感じてくれてすごく嬉しかった。お父さんもこんな気持ちだったのかな。そうだ、ほなみの方はドラム大丈夫そう？音楽の先生に聞いたら準備室にしばらく使ってないドラムがあるって。本当にうちの学校ドラムあったんだ。だから言ったでしょ、カバーかかってたけどあれは絶対ドラムだって。扉の窓から頑張って覗いた甲斐があったね。それで先生ドラムやったことがあるから時間がある時に教えてもらえることになったよ。先生ドラムできるんだ。よかった。ドラム借りられても教えてくれる人がいなかったら結構大変だなって思ってたから。じゃあこれでみんな楽器は大丈夫だよね。すごい。バンド本当にみんなでできるんだ。それで演奏する曲はいちか何がいいの？少し難しいかもしれないんだけど最初にみんなに聴いてもらったあの曲がいいな。いいじゃん、私も弾いてみたいって思ってたんだ。あの曲が弾けるようになったら私たちめちゃくちゃかっこいいかも。私ドラムできるかわからないけど頑張ってみるね。みんな頑張ろうね。まあね、みんな久しぶりすぎてひどい演奏だったけど。それでもすっ
ごく楽しかったよね。ねえ。そうだね。それじゃあ次は練習の時の話をしようかな。